きんぴらごぼうになります。材料はすごくシンプルで、人参とごぼうと、あとそれから白滝使います。で、今日は青みを使ってないんですけれども、もしね予算とかに余裕がある場合はここに絹製を入れていただくとすごく色味も綺麗になります。で、味付けがお砂糖、お酒、醤油、あと白ごま、あとここにもだし汁を使っていきます。葵の給食室。きんぴらごぼうを切っていきます。人参は短めの千切りにしていきましょう。今日はもともと短めに切ってましたのでこのまま使うんですが、長めに輪切りをしていた方はこの半分の長さに切って待って、ちょっと紙からもう一回。今日は短めに切ってたのでこのまま使うんですが、長めの薄切りにしてた方はこの半分のサイズにカットしておきましょう。それから白滝も切っていきます。白滝はお子様にとって噛み切りにくい食材になりますので短めに切っていきます。白滝こう一本一本ね並べて切れるわけじゃないんですけれども、だいたい目安としては2センチ幅くらいになっていれば大丈夫です。粗みじんするって考えると分かりやすいかなと思います。これ白滝使ってますけどこんにゃくを薄切りにして入れていただいても美味しいです。次はごぼうを切っていきます。で、今日は副菜は副菜という形でまとめて切った方が分かりやすいと思ったのでやるんですけれども、保育園ではこういう土のついた野菜は最後に切るようにしましょう。で、まずこの土をよく洗い流しながらピーラーで皮を剥いていきます。ピーラーで皮を剥いたらこの両サイドまず切り落とします。そしたらごぼうも千切りにしていきましょう。ごぼうの千切りって多分ちょっと大変ですよねなのでもともと千切りになってるタイプのやつを使っていただいても大丈夫です。そしたらごぼうはアク抜きと変色を防ぐために5分間ぐらい水につけておきましょう。では残るは副菜を作っていきましょう。フライパンを温めて油を軽くひいていきます。油温まったら人参とそれからごぼうも入れて炒めていきましょう。きんぴらごぼうってちょっと食感も割と固めだし、お子様がね食べにくいっていうようなイメージがあると思うんですけどどんどん野菜が飛んでる。このきんぴらごぼうを作る時のコツはまず一旦油で炒めるっていうことです。油で炒めるとこの油のコクが加わって野菜がすごくね食べやすくなるので、そのまま煮込むんではなくて一旦油でさっと炒めます。で、これは炒めれば炒めるほどより美味しくなるんですけれども、だいたい目安としては3分ぐらい最低でも炒めれば大丈夫です。だいたい3分ぐらい炒めたらここに他の材料も加えていきます。白滝入れていきましょう。白滝とお子様用のきんぴらごぼうを作る時のコツその2はここにだし汁を加えて煮込んでいくっていうことです。で、なぜこれが必要なのかというと、だし汁加えることによって旨味がさらに加わりますので、このごぼうとか人参の根菜類独特の臭みっていうのがなくなるんですね。で、もともと昆布に含まれている旨味って母乳と同じ旨味になるので子供が自然と好む味になります。で、さらにだし汁入れて柔らかくすることでこの硬いごぼうがすごくね食べやすくなりますので、お子様の場合は炒めて終わりではなく必ずだし汁で煮込む今調子よかったのに必ずだし汁で煮込むようにしましょう。で、そしたらだし汁を加えたらここにお砂糖とそれからお酒も加えて煮込んでいきます。で、今回のきんぴらお醤油も入れるんですけれども、お醤油はこの段階ではまだ入れません。野菜を柔らかくする作用のあるお砂糖とお酒を先に入れて一旦これで柔らかくなってから最後に醤油を加えましょう。なのでお子様用のきんぴらを作るコツその3はだし汁とそれからそこにお砂糖とお酒を入れて柔らかく先に煮込むってことです。お醤油は後から追加するっていうのがポイントです。今だし汁を入れてだいたい20分ぐらい弱火で煮込んでいます。ちょっと長いんですけれども、お子様にとってごぼうってかなり噛み切りにくい食材になるのでそれぐらい長く茹でた方がいいです。そしたらここにお醤油加えます。お醤油とあとそれから白ごまも振り入れていきましょう。
そしたらこの煮汁を飛ばすような形で中火にして、このまま白ごまとあとお醤油をなじませていきます。であと先ほどこのだし汁で煮込んでる時にちょっと水分足りなくなってきたなと思ったら、途中でだし汁まただし汁とかお水追加して煮込んでください。いい匂い、美味しそう。本当はねこれ絹さやをのせたりするんですけど、なかなか絹さやってね高価なものなので給食費かさむとなかなか使えなかったりするんですけど、そういうね色味、あとインゲンとかね入れるととっても綺麗に仕上がります。だいたい中火で 2,3 分くらいいるとこんな感じでしっかり水分がなくなりますので、そしたらこれでお子様が食べやすいきんぴらごぼうの完成です。きんぴらってお子様バージョンは長く煮込んだりしてちょっと時間かかるんですけれども、これ冷凍保存できますので、時間がある時にたくさん作っておいて冷凍してだいたい2週間ぐらい目安に食べてもらうとすごくね楽になると思います。これねご飯に混ぜてもとっても美味しいんでねぜひいっぱい作ってみてください。葵の給食室。給食嬉しいな、何でも食べましょよく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。バッチリでございますごぼうも柔らかく煮込んでますので、かなり歯応えは残ってるんですけど噛み切りやすくなってます。すごく調味料も少なめで薄味で作ってるんですけど、このだし汁のうまみがね後から効いてきます。なのでだし汁はしっかりとってしっかり煮込んで、この野菜に染み込ませるっていうのがすごくポイントです。あとごまもこの食感がねすごいプチプチっていうのが効いていて、それもまたねアクセントになって美味しくなってます。お子様はきんぴらごぼうね食べないんで出さないとかっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、保育園ではね咀嚼の練習の一つとして、こういう根菜類もだいたい美味しくなってくる秋から冬にかけて出していきますので、ぜひぜひ皆さんこういったものもねあんまり噛まないで食べられる料理ばっかり最近いろんな外食とかでもね多くなってますので、お家では時々こういったものを取り入れて、で冷凍もできますのでたくさん作ってみてください。YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップに登録すると毎月保育園にお送りしている献立、葵の献立表の閲覧、限定生放送や食育講座への参加、未公開レシピ動画の閲覧など他にもたくさんの特典をご用意しています。葵の献立表のサンプルやその使い方、メンバーシップの登録については概要欄のリンクをタップしてください。皆さんのご参加お待ちしております。生放送でもたくさん交流しましょう。